旅立ちを前に。賢者、なんだそれは。使い魔か。すごいな。賢者様は猫がお好きだから、猫に似ていてよかったですね。この使い魔は賢者様が刺激されるんでしょ？身代わりに。俺と同業だな。賢者さん、シャイロックが明日にしろって。お？なんだ使い魔。ごめん。出発明日にしろってさ。シャイロック、オズにフーってして面白かった。煙をフーって、オズはムムって。大丈夫だ。一触即発だったけど、王子さんや騎士さんや西の連中やうちの先生でなんとかなだめて。何があったかっていうと、何もなかったんだけどさ。シャイロックが言ったんです。出発を遅らせたいって。嫌なことがあって傷ついているから、こんな時に自分に無理をさせたくないと。なんて言い方だったかな。自分の機嫌を取ってるとかなんとか。あ、そうだった。
そうしないとノーバも世界救済もどうでもよくなってしまうから。だけどオズは急ぎたいと言った。そしたらにっこり笑ってオズにふーって。俺も先生も婿さんでさえ一瞬で青ざめた。一応な。シャイロックはクロエたちが、オズは中央の連中が連れて行った。だけど出発は明日に延びた。ああ。双子からサクリフィキウムをもらったんだね。にゃーん。賢者様、猫が好きでしょ？名前はつけないの？俺たちも同じだよ、賢者様。何かあったんですか、賢者様。あ、サクリフィキウムだ。双子の使い魔でしょう。まあそうですけど、庇護されるということは管理されるということと同じですよ。双子の縄張りに入れられて、あなたは嫌じゃないんですか？
人間って愚かでプライドがないですね。別にこんなのがいなくたって俺がいるじゃないですか。話聞いてます？当たり前じゃないですか。性質のあった精霊を捉えて使い魔としての使命を与えて刺激するんです。精霊たちが生きていると思うならそれも生きてるんじゃないですか。どうにもなりませんよ。こいつが持っている守護の力以上の魔力を食らえば消滅します。それが何か？必要ありませんね。あの兄弟の危機が分かれば俺自身が駆けつけられるので。でもそうだな、そろそろ本気で備えるべきかもしれない。そいつベッドには入れないでくださいよ。双子の気配が濃い場所でなんか眠れやしない。ならいいんですけどね。よし、荷造りはできた。賢者の書はどうしようか。西の国からいつ戻れるかわからないし、一応持っていこう。日誌係か。こういうのいつも書き忘れちまうからな。忘れないうちに書き記しておこう。中央の国、魔法社にて晴天、南東の風。よし、これでいいか。行ってきます。おはようございます、カイン。おはようございます、カインさん。おはよう。中央の魔法使いは魔法使いノーバを探しに西の国に行くんですよね。重要な役目を授かって羨ましいです。いいなあ。いいですか？兄様をいじめたノーバを懲らしめるところは僕も見たかったなって。
まだ調査をしに行くだけだ。懲らしめる以前に見つけられるかどうかもわからない。僕たちが会った時はミスラの姿をしていましたね。どんなに強い魔法使いでも世界一の魔法使いのオズ様が一緒ならやっつけてくれるでしょ。そうだといいな。だが無敵のオズでも夜の間は魔法を使えない。夜の間にノーバに会ったらどんな風に撃退するか、西の魔法使いたちと相談して事前に決めておいた方がいいな。そうですね。万が一のことも考えておきましょう。かっこいいやりとりですね。リケ、一人前っぽいです。そうでしょう。南の国ではみんなが僕を子供扱いするんです。今回賢者様に頼まれた使命もあまり世界を救うために重要そうなものじゃないし。南の国の魔法使いは中央の国の市場に魔法使いの家を作っているんですよね。そうです。魔法使いの家づくりは南の国の魔法使いにしかできない重要な仕事さ。みちるを通して町の人たちが魔法使いを好きになってくれればいろいろなことがやりやすくなる。分かっています。フィガロ先生にもそう言われたんですけど。大丈夫。今はまだ自分を磨く時だ。みちるの出番は必ずやってくるさ。本当ですか？ああ、みちるは親切で勉強熱心だ。きっとたくさんの人の役に立つ。それに強い敵を倒すばかりが活躍ってわけでもない。俺は怪我をするたびにフィガロやルチルに助けられてるよ。二人はかっこいいだろ。かっこいいです。みちるの薬草にも助けられてる。いつもありがとう。はい。どうしたのですか？何が？シワが寄って険しい顔をしています。まるでオズのようですよ。よく見てるな。死んだ知り合いのことを思い出してたんだ。嫌いな方だったのですか？いや、好きだったよ。だが向こうは多分。ニコラス、あんたの仇は取ってやるからな。オズ様、こらえてください。短期はいけませんよ、オズ。
その通りだ。シャイロックは仲間だろ。シャイロック、オズ様に何をしてるの？僕から言えることがあるとすれば、余計な忠告かもしれないけれど、パイプの煙は人の顔に向かって吹かない方がいいかも。あれだ。ここはシャイロックの頼み通り。頼んでいません。提案通り、明日の出発にしたらどうだ？先生、東もそうしようぜ。なんか、ほら。だって天気とかさ。変えてほしいか？いや、そこは全然間に合ってるんですけど。王子様、シャイロックは意味もなくあのようなことをする人物ではありません。何かお心当たりがあるのでは？ない。そうでしょうね。俺も明日がいいかもです。忘れ物をしてしまって。俺が取ってきてやる。さっさと行こうぜ。強敵を倒すチャンスだ。明日にしよう。魔法は心で使うものだ。気が向かなきゃ調子も出ない。シャイロックの言う通り、気持ちが回復するまで無理に行動する必要はないさ。そうだろ、オズ。頼むよ。ありがとう。ありがとう、カイン。あんたの勇敢さは尊敬するが、俺たちの仕事を奪わないでくれ。お前の仕事？私が奪ったことがあるか？王族を守るのが俺たちの仕事だ。有事の時は一番安全な場所にいてほしい。私は魔法使いだ。皆を守れる力を持っている。俺だって魔法使いだ。あんたに魔力は及ばないかもしれないが、アーサー、あんたは唯一なんだ。あんたに代われる人はいない。有事に限ったことじゃない。普段の公務だって頑張りすぎだ。普通の人間なら倒れてる。ゆっくりでいいじゃないか。魔法使いの時間は長いんだろ。焦る必要はない。大人になって、いや、年寄りになったっていい。時間をかけて積み上げていこう。そうだな。アーサー？カイン、オズ様や他の者たちには言わないでもらえるか？ああ、約束しようか？必要ないよ。これは予言でもなければ確証もない。ただ
なんとなく思うだけなんだが、私は長く生きない気がするんだ。なんてこと。そんなわけがないだろう。どこか体の調子が悪いのか？いや。じゃあ、何も心配はないさ。それとも、あんたを守る俺たちがそんなに頼りないか？俺はあんたの盾だ。どんな敵からも、厄災からも、守ってみせる。そうだったな、カイン。変なことを言ってすまなかった。忘れてくれ。できるだけ危ないことをしないように気をつけるよ。悪いやつじゃないって分かってはいるんだが、ちゃんと恐ろしいからな、あいつ。出立が明日になるなら、一度王宮に戻って残った公務を片付けてくれ。俺も付き合おうか。大丈夫だ。オズ様とリケを頼む。聞いたか。あんたを任された。僕も任されていますよ。忘れず、しっかりしてくださいね、カイン。そう。そう。上手ですね。花丸ですよ。わあ、ありがとう。リケ！何ですか、カイン。急に大きな声を出して。魔法社の中で遊んでたらどうだ？どうしてですか？オーエンに用事がある。オーエンと何をしてた？騎士様。オーウェンが地面を掘っていたのです。虫をいじめているのではないかと注意しようとしたら、落ちた花びらを集めて埋めていたので、面白そうだったから手伝ってあげようと。そうだったのか。うん。今度は俺と話そう。いいか？うん。
エンと仲良くなったのですか？まあ、そう。オーウェンは草遊びをしているとき、機嫌がいいのですね。今日の彼は好きですよ。僕もリケが好き。じゃあリケ、悪いが向こうに行っててくれ。向こうに行けだなんて失礼な言い方ですよ。リケは忙しいんだ。忙しくないです。今日はリケじゃなく俺と遊ぼうぜ。ほら、騎士様だぞ。騎士様。よかった。こいつがケルベロスを出したらリケが食われるところだった。食われると言ってもこいつだけが悪かったわけでもないけどな。よう、リケに遊んでもらえてよかったな。うん。何する？そうだな。何をするのが好きだ？わかんない。おしゃべりは？少し好き。わかった。応援のことを聞いてもいいか？うん。家族は？わかんない。そうか。どこに住んでいた？わかんない。暗いところ。そうか。そうだったな。かわいそうに。でも、騎士様が来てくれた。応援か。戻ったんだな。またこんな。本当に腹が立つ。待ってくれ。大事な話がある。大事な話？お前の厄災の傷のことだ。そろそろみんなに話そう。何を言ってるの？今小さいお前がリケと話してた。ケルベロスに噛みつかれたらリケの命が危ない。知らないよ。お前のためでもある。俺が大怪我した時もお前は後悔してただろう。は？リケやミチルやクロエが知らないうちに怪我をしてたらお前だって。
どうだっていい。誰が石になろうが僕の知ったことじゃない。オーエン！知らないよ。なんで僕に言うんだよ。お前が言いたいなら勝手に言いふらせばいいだろう。なんでわざわざ聞くわけ？お前が言ったんじゃないか。ヒースを助けてくれた時。は？いつ？黒い獣になったヒースを眠らせてくれただろう。その時に言ったんだ。あの時の自分のことを誰にも言うなと。はあ？それで僕に許可が欲しいの？こっちは助けてもらった立場だ。裏切ったら不誠実だろ。へえ、騎士様は誠実でいたいんだ。僕みたいな相手でも公平に。さすが正義を愛する中央の魔法使いだね。分かってくれたなら。許可なんかするわけないだろ。騎士様が選んでよ。選ぶ？僕に不誠実に、僕の大いなる厄災の傷を吹聴して回るか、僕がいつかケルベロスの餌にする魔法者の誰かの命を守るか。騎士様の正義はどっち？どうぞやってごらんよ。お前の正義と誠実さとやらを貫き通せるものならさ。分かっている。だが。さあ、いつまで正義の使者でいられるかな。ほらほら、決めてよ。どうするの？優しい騎士様。